Meshtabi. This program brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Chitose Kaiwai Part 2, 12 des. Let's get it started. 1. Shiko Suko. Sweets Shop Patisserie Lab. 支笏湖ドライブの際にはぜひ寄りたいパティシエラボ。支笏湖湖畔にあるリゾートスパ施設敦賀リゾートスパ水の歌内にあるスイーツショップです。敦賀リゾートスパ水の歌は1泊1人 4,5 万かかるようなのでね、我々は商店街の福引きでも当たらない限りは一生泊まることはないかもね。2人で10万 ?1 泊10万使うなら確かに支笏湖ではないわね。だね、ソウルか台北きっと行っちゃうね。10万使うなら。四国うどんツアーゴルフ付きってのはいいね。それ龍馬に会いに行くか。このザクザクとしたシュー皮にカスタードシュークリームがとても美味しい秀逸なタルマエ山州。ダジャレオレンジフレーバーのカスタードがいいよね。これ新作のブランフルールも甘さ控えめの中年目したビーズにはいい感じ。心地よいオープンテラスで食べれるのがいいよね。リゾート感たっぷりのテラスだけどカラスが上空からテラスのスイーツを狙ってるので気をつけてね。それじゃじゃれそこかむかね。2. Hoku Hoku Thay. 千歳で人気ナンバーワンの回転寿司ね。実力はいかに。調べたらなんと札幌にある回転丸さんチェーンでした。そうなんだ。回転丸さんって札幌でもかなりイケてる部類よね。そうだね、道理で美味しいはずだ。カツカレー直後の訪問だったので回転寿司最小記録なんと2皿で限界撤退でございます。2皿言うても6貫ですからね、まあまあなボリュームですよ。こういうことができるのも回転寿司の魅力だね。なるほど、3貫セット2皿ってことね。当然好きなネタではなくマグロイカチェックス。出ました、マグロイカチェックでどうでした？マグロ3種やばうまかった。回転寿司史上最上級レベルでしたね。これイカがイカって普通だったのは残念だけれども、柚子塩さっぱりしてていいっすね。減塩醤油があるのも嬉しい。マグロ超美味しそうね。このマグロと天然トロはマジうまいわ。3. Chitose. Yakiniku Dokoro Kabukimon. 視聴者さんから教えてもらったお店だよね。そう、ビビンパが美味しいですよって。この日は肉食系女子率が高めといった印象でしたね。たまたまかな。あら、今度おじさんも一人で行っちゃおうかな。こら、マジっすか。つってね。安心しました。はい、ビビンパ登場。かなりの熱々具合。特製ダレをかけた瞬間ジューって湯気で体感温度5度は上昇。ビビンバとは混ぜるとご飯の合わさった言葉で、意味はそのまま混ぜご飯。ビビンパほんとね、これ顔面まで熱くなるの。おこげがカリカリで香ばしいのとタレがピリ辛で食欲マシマシです。いいなあ、マシマシ。今度は一人で行かないでね。はい。4. Chitose. Narasawa Curry. どうして今まで気づかなかったのかな。新発見のカレー屋さんに早速 GO です。住宅街の可愛い隠れ家系カレー屋さん。濃厚泥系スパイシーで辛めの美味しいカレーでした。トセチはロド系カレーが多いですね。わかんないからちゃんと言いなさい。千歳は泥系カレーが多いですね。控えめなカツが女性でも気軽にいけそうだね。おじさんにはちょうどいいポーションだけど、がっつり系男子にはかなり物足りないかもね。濃厚よりはシャバ系を好むおじさんにはやや濃度が濃いが、なんと我々がいつも言ってるそば湯がついてくるんだ。このカレー。そば湯？カレー屋で？そう、そば湯的薄めのスープがついてくる。コンソメ味かな、これ。なるほど、そういうことね。多分普通にスープなんだろうけど、スープ割りとしても使える超便利アイテムね。これカレーに混ぜてシャバめでいただきました。これはいい。他のカレー屋もラーメン屋もやってほしいですね。そうね、やっぱ濃い味のお店が多いものね。中華屋はね、中華スープがついてくる場合が多いから嬉しいんだよね。そっか、だからあんた中華屋のカレー好きなのね。だ。 5. Chitose. Katsufuji.
ローカルで人気のとんかつ屋さん。なぜかとんかつ屋のカツカレーには手を出さないこのおじさん。あまり美味しかった試しがないのと、とんかつ屋の厚めの衣とカレーが合わないと思うのは私だけでしょうか。ですので、喉まででかかったカツカレーという言葉を飲み込み、初回につきスタンダードロース定食でありますどんな髪型？なんかさらっとしたとんかつだよね。とんかつ屋の独特の油のしつこさが全くないね。油違うのかな、ラードがゼロなのか。このカツならカツカレーでもうまそうだ。次回はぜひカツカレーも行ってみたいね。味噌汁がやたら好きなタイプだこれ。とんかつにはこういう出汁の効いた味噌汁がいいね。お米も美味しいし、安心して通えるとんかつ屋さんっていうか、メニューがやったら種類あるので定食屋としても最高ね。あの味噌汁と美味しい米だけで言うわ。べったら持参で行きたいぐらいだ。道理で美味しいと思ったら大将伊勢出身ということで納得の美味しいとんかつ屋さんでした。あ、そうなの？道理でね。6. Chitose Ales。 住宅街の可愛いパン屋さん。なんか生地が美味しいんだよね。何軒かパン屋さん巡りしたけど、ここがお気に入りです。先日ニセコですんごい美味しいパン食べちゃったから判断難かった。そうだね、北海道トップレベルのクロワッサン直後だけにね。エグさんとかコロンとかジンとかとは真逆系のクロちゃんでしたね。そうだね、こちらのクロワッサンはふんわりした感じの、噛めば噛むほど甘みが出る違ったよその秋子、美味しいクロちゃんです。7. Chitose Tanaka Ya。 人生で一番美味しいたい焼きでした。こういうサクッとしたやつ大好き。ピザもクリスピー派だし、パンは耳好きだし、おこげ好きだし、銭湯の洗い場はいつも端っこだし。普通のたい焼きともなかの中間みたいな感じ。サクッとたい焼き、これ斬新だよね。だけど重大事件発生。お土産用に買って帰ったやつ夜食べたっけ？めっちゃ劣化してたね。オーブンで温めると若干回復はするけどいまいちなので、店頭ですぐ食べるを強く推奨します。店を出て左のいおりさんを過ぎると橋があるので、橋の上ですぐ食べると美味しいですよ。サクッと皮が美味しいの。そして皮がすごい綺麗なの。8. Shikosuko Lakeside Kitchen Tun Tun。 支笏湖で食事をとるとしたらヒメマス天丼ですね。美味しいイタリアンもあるんですが、土日しかやっておらず予約しないとなかなか入れませんね。今回予約が取れなかったのが残念ですが、取れなくて逆に良かったかも。っていうのは、以前3000円ぐらいでランチ行けたんですが、いつの間にかメニューが変わって1万円コースのみになったそうです。無理無理。ランチ精満は予算オーバー、バブル崩壊、リーマンショック。精満ランチは飯旅精神に反するのでダメです。はい、無理です。2人で定番ラーメンカレーなら20軒行けますからね。飯旅精神。高くてうまいは当たり前。安くてうまいもの探しの旅、それこそが人生。飯旅ってことでヒメマス天丼です。ヒメマス天丼美味しいですよ。1000円ですから10杯ずつ食べれます。9. Outlet Mall Rella Hokkaido Solar Kitchen。 ホッキカレー、エスカロップ、スープカレーが一度に味わえる画期的なフードコートを発見しました。452キロ走らずともエスカロップが味わえる。いいね。レラにフードコートあったのね。知らなかったね。他にも豚丼やら海鮮丼や焼き魚なんかもあるよ。本物入りでは完璧なのにね、そこのところが残念であります。そうね。三井アウトレットは麺や七兵衛や豚ハゲとか本物入ってるもんね。家賃タダでいいと思うんだけどね。本物誘致できたら集客力半端ねえっすからね。まあ U は横山やすし、実際リーシングむずいけどね。意味わかんないな全部。ドリアンほどじゃないけどなかなか美味しいエスカロップだったね。エスカロップ史上第2位だね。ただデミをもうちょいかけてくれれば最高なんだけどね。ホッキカレーも気になったが残念ながら品切れ中。次回狙ったら食べてみようぜ。おい。10. Chitose Iori。 千歳の人気ラーメン店
なんとすみれ OB 会のお店なのね。びっくりしましたね。千歳でもすみれ OB 会とは、味的にはね、すみれというよりさいみに近いかな。さいみに最も近い味噌ラーメンかもしれないですね。美味しい味噌が味わえます。いいな、私も食べたい。さいみに並ぶ時間が取れない方にはいいかも。北海道に来て味噌ラーメン食べるならまずはさいみさんを食べてほしいですけど、すごい行列なんでね。ここも並ぶけど開店ちょい前に来れば割とすぐ食べれると思います。空港近いしね。お隣のたい焼きも食べたらいいね。北北亭も向かいにあるから軸足ずらさずにピボットで3軒はしご行けます。やった。11. Chitose Miritilo。 北海道らしい大草原のジェラテリア。空港から近いのでニセコや富良野まで行けない人にいいかも。北海道ミルクのジェラート以外にもいろんな味が楽しめる撮影ポイントとしても結構いいっすよね、ここ。ジェラートはフルーツ系が好きだな。やっぱりミルティーロが美味しいね。ミルティーロ？ミルティーロはイタリア語でブルーベリーのこと。あ、そうなんだ。しかもお店の前で有機栽培してるブルーベリーの実を使用しているんだそうよ。そりゃ美味しいはずだ。このナチュラルな甘みと酸味の感じが私好きだな。イタリアにはジェラセンがあるんだってね。ジェラセン？ジェラート専門学校さ。ジェラセンがあってね、そこで学んできた人がこのジェラテリアを開業したんだそうだよ。へえ、本場イタリア仕込みってわけだ。そりゃ一度は味わわなきゃね。札幌寄りの千歳だから札幌方面へ向かう寄り道には最適な場所だね。12. Chitose Chukari Kirin。 今年の2月にオープンしたおニューなお店。担々麺史上2番目に美味しい担々麺です。おお、いいね。2位かい。自家製ラー油にホワジャオかな。美味しいしびれが癖になる。辛さしびれが苦手な人向けのメニューもあるんだよね。ここ珍しいよね。そうなのさ。逆に食べてみたいから次回チャレンジしてみよう。ここはあれこれ食べたいからまた近日中に来なきゃだね。ゴルフ帰りでも寄りやすいしね。担々麺本場の中国四川省では日本でいうところの汁なし担々麺が食べられているんだぜ。そうなの？スープが十分に入ったこのスタイルのものは日本においてアレンジされて普及した担々麺なんじゃ。確か焼き餃子も日本でアレンジされたものなのよね。そうさ、中国は基本蒸し餃子だからね。それがね、現在では本場中国の四川料理店でも汁ありの担々麺を用意しているところが増えつつあるんだって。日本が中華料理をどんどん変えちゃってるってわけね。やっぱり美味しいことするのは日本人なんだね。做日本人的一道好的。Jikaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Naseko Kaiwai des Otanoshimini See you soon。 シンガポールのスラムはですね、おじさんそういう都会的なきちっとしたところはつまんなくて嫌いなんですよ。どこの国行っても同じ感じなんで。でシンガポールもすごい綺麗で素敵な街なんだけど、スラムはどんな感じよと、見てみたくなるんだよね。危ないよね。スラムへ行ってでカフェみたいなとこでオープンカフェみたいなとこでビールを飲んでたら、ピックアップトラックでなんかギャング団みたいなのがザザザザってきて、他のテーブルでビール飲んでるやつらがなんか手信号で合図を送り合って、じゃなんかポンって飛んできたのが見えたんだよね、隣のテーブルの親父に。じゃタバコさ、シンガポールって当時もう1箱1000円ぐらいしたかな。高いのさ。だから5箱1単位ぐらいで、要するにインドネシアで安く買ってきたタバコを売りさばいてるんだよね。闇取引。俺もその時まだタバコ吸ってたんで、ぜひ欲しいと、シンガポールは高くて困ってたんだと、何個いるんだみたいな、なんか5とかってやったら、ポーンって飛んできて、してなんかお金をこうやって出したら、別のやつがささっと来てガシャって持って走り去っていったっていう。なんぼだったかね、あれシンガポールの半額ぐらいだと思うけど、マルボロメンソール5個で2、3千円だった
悪に手を染めた瞬間犯罪に加担した瞬間そうだね、でも日本じゃ考えられない。